こんにちは、木之内です。今回の間取り添削は中広さんからご応募いただいた作品です。お友達に大工さんがいて、自分が描いた間取りで家を建ててもらうということで、この間取り添削の企画にぴったりの楽しそうな計画です。概要については、建築場所は千葉県です。ご応募いただいたのは中広さん、40代の方です。家族構成はご夫婦と子供さんが2人。駐車台数は現在ワゴン車1台ですが、将来小型車1台が増える予定。用途地域は大種低層住居専用地域で、建蔽率 60%、容積率 200% です。外壁交代は不明とのことですが、200% の地域ですので、ないと考えます。全面道路が6メートルという敷地です。今回中広さんからお送りいただいたのがこの間取りです。方位は図面の上が北で、敷地の東側が6メートルの道路です。電柱と視線が道路側に張られています。近隣の状況もちゃんと書かれていて、南側はお隣のカーポートのようです。敷地に対して道路が斜めに通っているので、将来この家が建て替えられたとしても日当たりは確保できそうです。中広さんはこういう敷地に対して区政隅に建物を配置して南側を庭としています。この庭を家庭菜園とする計画です。駐車スペースは視線を避けてこう駐車して、アプローチの形もいい感じでセンスの良さを感じます。庭は目隠しのために生垣で囲っています。ここにインターホンがあってカーブしながらアプローチします。この玄関ポーチで振り返って玄関扉として家の中が見えないように配慮しています。中に入ると土間が続いていて、右に折れると庭に面して広い土間空間となっています。庭に面して長いカウンターがあって、両サイドから庭へ出入りするということで、とても面白い間取りだと思います。最初この間取りを見たときは、思い切っていわゆる玄関らしい玄関はなくして、誰もがこの土間から靴を脱いで上がるのかと思いました。でもよく見ると、ここに通路がありますので、ここから LDK に入るのがメインの動線かもしれません。この辺りで靴を脱いで、トイレと収納、シューズクロークでしょうか。LDK の北側にダイニングとその奥がキッチンです。キッチンは壁付きで背面にキッチン収納、そして南側にリビングで、この階段から2階に上がります。2階の間取りは階段を上がったところにあるホールから北側に洗面室とお風呂、その隣に書斎があります。南側がウォークインクローゼットと寝室、その東側が子供室です。将来2部屋に間仕切れるようになっています。中広さんがこの間取りを書かれた理由やご要望について簡潔にまとめていただきました。YouTube を見て住宅や間取りを勉強しています。10年住んだ建て売り住宅が使い勝手が悪く、旗竿の土地で立地も悪く、よく勉強もせず購入し後悔しました。その家を売却し、土地探しから注文住宅を建てることを選択しました。現在土地を購入予定で代行している中学校からの友人に建築を頼もうと思っています。自分が描いた間取りで家を作れたらと思い描いてみましたが、全くの素人ですのでうまく辻褄が合っていないかと思います。添削していただけたら嬉しいです。柱の位置なども意識できていないので、プロから見たらこんな空間に無理があるのかもしれません。間取りに関するご要望、悩みについてはシンプルで無駄のない機能美が好きですが、自分ではうまくいきませんでした。こういう風に的確に書いていただけると、設計する方としては大変ありがたいです。シンプルというだけでなくて、無駄のない機能美と書いていただくことによって、すごくイメージしやすくなります。時々あるのですが、イメージ写真だけというのが一番困ります。一度抽象化して言葉に置き換えてみることも大切だと思います。それから予算があまりないので、豪華な仕様にはできないという事情もあります。家族のつながりを持った過ごしやすい間取りにしたいです。パッシブハウスに興味があるので、南向きの間取りとしました。以前の家は全く外光のない状態だったので、木を植えたり庭を眺めたりしたいです。家庭菜園に挑戦する予定です。玄関から庭に出る窓まで歩けるように土間にしていて、テーブルとしているところはもっと低くして、ベンチとして下を本棚にしても良いかと考えています。吹き抜けの部分は1階の窓に苦しんで真ん中に階段を設置した結果、
2階の階段南側が使えなくなったため、苦し紛れの案です。1階の階段横と階段下がベッドスペースを想定しています。在宅勤務のため2階に書斎をつけましたが、夕方子供が帰宅したことに気がつくかどうか気になっています。ウェブ会議があるので声が入らないようには配慮したいですが、お互いが家にいることが感じられたら理想的だと思います。イメージしている暮らしについては、コロナ以降在宅勤務をしているため、平日は一日中書斎にいることになると思います。ペットを飼っているので、室内で少し遊ばせたり、いずれは猫か犬を飼う予定で、庭で遊んだり、室内で遊ばせたりできると良いと考えています。家庭菜園と庭の木を眺めたいので、なるべくカーテンのいらないように考え、西側の林家と南側の林家の前に目隠しを設置するように考えました。建物の左右を縁側に合わせて出しているのも横からの視線を切るためです。とのことでとてもよく考えられています。ご要望などを読んで改めて中広さんが書かれた間取りを見ていきますと、敷地全体の配置はうまく収まっていると思います。1階の間取りから改善したいところを見ていきますと、南側の庭に面して土間空間があるのはこの家の特徴ですし、もちろん良いと思います。ちょっと気になるのはダイニングが奥まりすぎているところです。今のままでは少し暗いと思いますので、キッチンの南側をダイニングとして、この階段の部分をリビングとして、階段は北側に移動すれば良いかと思います。トイレも南側にあるのはもったいない感じです。それと玄関からの動線については、必ず土間を通るというのも面白いと思いますが、玄関から直接 LDK に入る動線も確保しようとされているように思いますので、この辺りももう少し広げたいと思います。2階については特に問題ありませんが、書斎については子供の帰宅に気がつくかどうか心配ということですので、もしかしたら1階の方が良いかもしれません。この辺りに注意しながら少しアレンジしたいと思います。ただ送っていただいた間取りのグリッドに縮尺を合わせて、敷地境界線の寸法から敷地を書くと、これくらいの大きさになりますので、建物の大きさは少し縮める方向でいきます。
それではできましたので見てください。全体の配置は変える必要はありません。こちらからアプローチします。建物を455ミリずつ縮めた分、ポーチを外に出して、目隠しのための格子と屋根を設けます。玄関を入ると右手がホールです。土間以外に一般的な玄関の動線を設けました。こちらは下足箱で、LDK との間に引き戸を設けていますが、この引き戸を開けておいてもお客様からは LDK は見えません。LDK の配置については、南側にリビングとダイニングを持ってきたいので、一番奥の西側をキッチンとしました。書かれていたように壁付きのキッチンとして、その横にパントリーを設けて、背面に収納用のカウンターとしています。このレイアウトは里山住宅の試みという動画で紹介していますので、参考にしてください。同じようにカウンターを一部下げてダイニングテーブルを乗せています。ダイニングテーブルの東側がリビングで、こちらがテレビです。トイレは少し隠してやって、ここに手洗い機があります。この階段から2階へ上がります。2階の間取りは階段を上がったところにトイレ、廊下から各部屋に入る戸があって、一番奥が洗面とお風呂です。洗面をオープンにした方が寝室の入り口を設けやすいので、脱衣室を独立させています。こちらが寝室とウォークインクローゼットです。室内の物干しスペースは寝室を通りますが、こちらに持ってきてはいかがでしょうか。ここなら南側からの日当たりも十分です。その隣が子供室です。将来間仕切りを設けるとこのようになります。1階の窓と合わせるために少し変形させています。もう一度1階に戻ります。玄関を入って左手に進むと、土間が南側の庭まで連続しています。この辺りに水槽を置いて、インコやハムスターなどのペットスペースと考えました。そしてその奥に書斎というのはいかがでしょうか。ここでしたら子供さんの出入りも見えますし、戸を閉めれば声も聞こえません。すぐそばに大好きなペットがいるのも楽しいのではないでしょうか。ペットを離せるように玄関との間には引き戸を設けています。そして考えられていた目隠しの壁については、独立した壁の代わりに部屋を飛び出させました。壁を独立して設けようとすると、すっきりと見せるのは案外難しいので、建物の形状で家の中が見えにくくなるようにと考えました。この方が南側の窓周りがすっきりとするというメリットもあって、外観も美しく収まります。この凹んだ部分は1、2階とも全面窓にします。南側の庭に面した空間は家の中で一番良い場所です。リビングの一部でもありますが、ここを土間にすることによって庭ともより一体感が生まれます。もともと土間にはカウンターも書かれていたのですが、ベンチの方が良いかと迷われてもいました。より庭と一体となるようにカウンターは設けずに、もしカウンターが必要であれば置き家具としてフレキシブルに使えた方が良いのではないでしょうか。ベンチは特に設けずに、土間とリビングの段差を30センチ程度設ければ、ちょうどベンチ代わりになります。この土間は広く使えた方が面白いと思います。この縁側のような土間空間の南面は全て窓です。このようなフィックスのガラス部分が大きい片引きのサッシでもいいですし、引き違いのサッシでも良いかと思います。室内の土間の奥行きが1軒あって、さらに外部の土間が1軒あります。外部はデッキテラスとされていましたが、内部が土間になりますので、ここは土間が良いと思います。そしてここまで屋根をかけてやると、この土間が軒下空間になります。断面的にはここに梁をかけてタルキを乗せます。この縁側的な土間空間は外部と内部の中間的な場所ですが、より外部に近い土間と内部に近い土間を合わせ持つことができます。内部の土間部分の仕上げを変えても面白いと思います。床の仕上げは LDK がフローリングで、土間がコンクリートですが、LDK は天井を張って、土間部分はより荒っぽく、梁と2階の床をそのまま見せます。仕上げの変わるこの部分には間接照明を設けることもできます。屋根はシンプルに切り妻屋根としています。このスケッチはリビングダイニングから土間を通して庭を見たところです。右側がキッチンで背面に収納があってダイニングテーブル。左側がリビングでテレビボードです。構造的には無理をせずに真ん中に柱を入れました。リビングダイニングは決して広くありませんが、
この土間空間とその先にある軒下の空間、そして庭までがつながるこの空間は十分に広がりを感じられることと思います。この内外の土間空間は子供さんと農作業の準備や収穫をしたり、ペットの世話をしたりと家族の中心的な場所になるのではないでしょうか。そのような贅沢な土間空間をぜひご友人の大工さんと一緒に作り上げてください。今回は以上です。中井戸さんの土間空間の発想面白かったと思います。間取り添削では皆様の描かれた間取りをお待ちしております。綺麗に描く必要はありませんので、ぜひご自身で自分の家の理想の間取りを描いてみてはいかがでしょうか。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。